めちゃくちゃコンパクトなのに32ビットフロートでの内部収録に対応。今回は使い勝手抜群の最新ワイヤレスマイク2機種を比較レビューします。どうも、さんです。今回はですね、僕のこの YouTube 撮影に使っているマイクについての動画でございます。今までね、本当にいろんなマイクを買って試してはの繰り返しだったんですけども、ここ最近使ってるのはタスカムの DR10L Pro っていうね、ピンマイクなんですよ。今もうレックしてる状態なんですけども、これね、単4電池2本で動いてるんですよ。で、収録したデータはこの横にね、マイクロ SD のカードスロットがあるので、このね、SD の中に保存されるようになってるんですよね。なので撮影が終わったらこのカメラの映像と DR10L Pro で撮れた音声をね、編集で合わせるっていう作業必要になるんですが、もうちょっとね、簡単にしたいということで、一時期カメラ本体に直接音声が保存されるワイヤレスマイク使ってた時期もあったんですけど、音質で言うとね、やっぱりこっちの方が良かったので、ワイヤレスマイクをやめてね、こっちに戻っちゃったんですよ。ただ最近 DJI とホーリーランドからね、ワイヤレスマイク2製品発売されまして、これがね、どっちも良さそうだったので、どっちもね、使い比べてみたいということで、今回購入してみました。もちろんこの2台で機能性若干違いがありますし、音質もね、実際使ってみて比べたいということで、この2台のね、比較してみたいなと思います。じゃあまずはこちらの表で価格と機能を見比べてみたいんですけども、価格はですね DJI Mic 3の方が高いです。15,000円ぐらいね、差がありますね。52,250円。結構ね、高価なマイクですよね。ちなみにこれは充電ケースも付属してますし、トランスミッターが最初から2つ付いてるっていうモデルの話です。それに対してこちらホーリーランドのラークマックス2はですね、37,620円と、これもいくつかセットがありまして、例えばですね、このマイクで拾ってる音声をリアルタイムにワイヤレスイヤホンでモニタリングできるね、そのワイヤレスイヤホン付きのセットとかもあったんですけど、僕はね、使わないし、そっちの方が値段もね、高くなっちゃうということで、こっちを選びました。今回買ったのはね、この DJI Mic 3と、同等のセットっていう感じですね。レシーバーと、トランスミッター2つ付いてます。で、これどちらも32ビットフロートという規格で、トランスミッター本体に内部収録可能なんですよ。従来のワイヤレスマイクっていうのは基本的にね、こういったレシーバー、受信機ですね。これをカメラに接続して、そこにマイク本体、トランスミッターで収録した音声をね、飛ばして、カメラ本体にね、音声が記録されるっていうやり方だったんですけども、こっちのね、トランスミッター本体に音声を記録するためのね、内蔵ストレージっていうのがついてるので、これ単体でね、使うってことができるんですよ。で、その時の規格が32ビットフロートっていうもので、簡単に説明するとですね、録音時にゲインの調整、音量の調整が必要ないんですよね。ちっちゃい音もちゃんと拾ってくれるし、大きい音もね、音割りせずに収録することが可能なんですよ。これがめちゃくちゃ便利なんですが、これについてはどっちもね、対応してます。DJI もホーリーランドも対応なんですけども、ただトランスミッターの内蔵ストレージには差がありまして、 DJI Mic 3は1つ 32GB、 結構大容量なんですよ。32ビットフロートでも最大43時間ぐらい取れます。で、ラークマックス2については 8GB なので、最大10時間ぐらいとなってますね。続いてノイズ処理について、どちらも対応しているので、うるさい環境でもね、最初からノイズを抑えて収録することができるんですけども、 DJI はオフ、ベーシック、強、この3つですね。ラークマックス2はオフもしくは 5dB から 25dB のノイズ処理っていうのをね、細かく調整することが可能になってます。その下、通信可能距離なんですけども、 DJI Mic 3は最大で約 400m、 ラークマックス2は 340m となってます。この数字だけ見るとね、DJI Mic 3の方が若干遠くても使えるのかなという感じなんですけども、 DJI Mic 3の場合はですね、接続方式 5GHz のね、周波数帯でも接続することが可能なんですよ。ラークマックス2はおそらくね 2.4GHz だけですね。 2.4GHz っていうのは結構ね、干渉を受けやすいんですよ。例えば電子レンジとか、そういった機器がある際に音声が途切れてしまう可能性があるんですよ。個人的にはね、バックアップ用としてさっき説明したね、トランスミッターでの内部収録使いたいと思ってるので、一応大丈夫ではあるんですけども、安定性という面ではおそらく DJI Mic 3の方が有利なはずです。
はい、次がですね、トランスミッターの取り付け方法、洋服にね、つける方法、どっちもね、クリップとかマグネット対応してるんですけども、これね、若干違いがあるんですよ。後でね、詳しく説明したいと思います。はい、その次がレシーバーのね、カメラへの接続方法で、DJI の場合は、ソニー製のカメラにね、別売りのこういったアダプターがあれば、ケーブルレスでね、接続できるんですよ、ホットシューに。その方が接続が簡単だったり、あと音質的にも有利っていうね、違いはあるんですけども、ラークマックス2についてはね、今のところそのアダプターが販売されてないというか、一応ね、なんか公式サイトを見ると、ソニー製のカメラにそういう風な接続は対応しますみたいなの書いてたんですが、探しても売ってなかったんですよね。あればね、本当は買いたかったんですけど、そこは残念。あとトランスミッターのマイク端子について、こういったワイヤレスマイクのトランスミッターって基本的にマイク端子がついてて、これにラベリアマイク、ピンマイクはね、接続できるっていうものも多いんですよ。実際 DJI マイク2もそれできてたんですが、3になってからね、その機能省略されてしまって、このね、内蔵マイクしかなくなりました。で、ラークマックス2なんですけど、これもね、トランスミッター本体にマイク端子っていうのはついてないんですけども、この底面 USB Type-C のところに接続するアダプターっていうのも付属していて、それを差し込むことでラベリアマイクも一応対応します。で、最後に音声のモニタリング機能なんですが、この2台どちらもね、レシーバーに 3.5mm のヘッドホンジャックついてるので、イヤホンとかヘッドホン接続するとリアルタイムモニタリング可能なんですけども、さっきも言った通りね、ラークマックス2は専用のワイヤレスイヤホンをペアリングして、無線でね、モニタリングするっていうことも可能になってます。はい、じゃあここから本体詳しく見ていきましょう。まず DJI Mic 3からなんですけども、ケースがね、こんな感じなんですよ。このケース自体にもバッテリーをね、搭載しているので、レシーバーとかトランスミッター収納した状態であれば充電されるんですよね。ワイヤレスイヤホンみたいな感じ。で、基本的に必要なものはこのケースにね、丸ごと収納しておけるので便利なんですよね。例えばですね、スマホで使いたい時の、こういうね、USB Type-C のアダプターだったりとか、カメラと接続する時に使うこういうね、有線のケーブル、服に固定する時に使うこういうマグネットとかね、あと僕は基本的に室内で使うのであんまりね、出番がないんですけど、こういうね、モフモフ。これをね、トランスミッターにつけたままでも、こうやってね、収納できちゃうんですよ。これ結構便利ですよね。ただこのカメラとの接続に使うね、有線ケーブルだけは若干ね、収まりがあんま良くなくてですね、これね、ちゃんと入ってるように見えるかもしれないんですけど、結構無理やりね、詰め込んでるんですよ。これはもうちょっとなんとかしてほしかったなとは、思っちゃいましたね。はい、次にこちら、ホーリーランドラークマックス2なんですけども、こちらはですね、蓋の方になんかいろいろつけておくみたいな、ギミックはないです。普通にトランスミッターが2台と、レシーバー。で、手前にある、こちらはですね、スマホと接続して使いたい時の、レシーバーになってるんですよね。DJI の場合はスマホの時もね、こういうレシーバー必要なんですけども、ホーリーランドはね、こういうちっちゃいレシーバーになるので、こっちの方がね、個人的には使いやすいかなとは思います。で、ホーリーランドはね、モフモフつけたまま収納できるのかな？ちょっと試してみよう。これつけたまま、無理だな。これ蓋が干渉しちゃいますね。やっぱその辺も DJI 考えて作られてるのすごいな。これはいちいち別で持ち歩かないとダメだな。あとさっきスペック説明の時に触れてたラベリアマイクを使うためのね、アダプター、こんな感じになってます。これをね、トランスミッターの底面にこうやってブスッと差し込むことで、ここにね、ラベリアマイクの取り付けが可能になると。当然ね、これも付けたままだとケースにね、収納することできないので、別でね、持ち歩く必要がありますね。個人的にはね、このトランスミッター単体で使うっていうのが一番ね、利便性は高いと思うので、僕はあんまり出番がなさそうな気はします。で、DJI Mic 3はですね、ここにマグネットがついていて、このマグネットを使ってね、トランスミッター服に固定できるって言ったんですけど、ラークマックス2もね、同じくマグネットを使うことはできます。ただ使う場合はね、こういうカバーがあるんですよ。これをこのクリップのところに取り付けて、そうすることで付属のね、マグネットを使うことができるようになると。このカバー取り付けてない状態ではね、マグネットくっつかないので、注意してください。ちなみにこのカバーがついた状態だと、トランスミッター収納することができないですね。いや、これもね、収納できるようにした方が絶対良かっただろう。正直その辺の設計は結構微妙。はい、続いてレシーバーのね、操作というか設定見ていきましょう。今ね、ちょっと電源落ちちゃったんですけど、基本的には蓋を開いただけでこういう風に電源が入ります。ちょっとトランスミッターも取り出しとこうか。
はい、トランスミッターも電源が入ってペアリングされるとこんな感じですね。で、上からスワイプするとね、レシーバーとかトランスミッターの設定をね変更したりとか、ちょっと詳しくは割愛するんですけども、大体同じようなね設定が、可能でしたね。このダイヤルでも操作したりとかっていうことは、可能になってますね。押し込みで決定になってます。で、戻りたいときは下からスワイプと、スマホアプリもあるのでそっちでね設定するということも可能でした。で、今ねこのディスプレイにトランスミッター1と2のね状態が表示されていて、1番の方を押すと1番だけをね操作するということが可能になってますね。こっちがトランスミッター多分1番だと思うんですけど、このねレックを押すと赤いランプが光って録音開始されました。ちなみにね、これ録音開始とか停止すると本体がブルブルって振動してわかるようになってます。この録音開始っていうのは本体からもね、このボタンで操作できるんですよ。ちょっと一回止めますね。はい、こんな感じ。で、右にスワイプすると、ノイズキャンセリングとか、このレギュラーっていうのはなんかね、イコライザーの設定みたいですね。こんな感じ。はい、次にラークマックス2なんですけども、こちらに関してはね、上からスワイプとか、そういうのはないんですよ。メニュー画面開きたいのであれば、このダイヤルをね、一回押してあげると、こんな感じでメニューが、立ち上がると。で、ダイヤルで操作したりとか、一応こうやってね、スワイプっていうのもできるんですけど、ダイヤル操作が一番やりやすいかな。この録音モードが開きたいってなったら、タップで動かして、またタップしたりとか、で、戻るときはスワイプとかじゃなくて、このね、右側のボタンで操作するんですよ。ちょっとね、操作性は違うんですけども、これは慣れの問題かなっていう感じ。で、こっちも今ディスプレイにね、トランスミッター1番と2番って書いてて、それをねタップするとそっちだけをね録音開始したりとか、ノイズキャンセリングかけたりとか、そういったことが可能になってます。 DJI マイクよりもこのねレシーバーから設定できる項目っていうのはちょっと少なめかなと思いました。個人的には十分な機能かなとは思ってます。ただラークマックス2だけの機能としていいなと思ったのが、トランスミッターのランプの色で1番2番かっていうのは判別しやすいようになってるんですよ。今ね1番のところになんか紫っていうかピンクっぽいランプついてますよね。この色がですねトランスミッターと同じというか、なんか若干違うんですけど、ほぼ似たような色で分かりやすいんですよね。2番はね黄色いランプになってるので、一目でねこれ1番だこれ2番だっていうのが、分かるようになってます。で、トランスミッターの録音開始停止っていうのは DJI マイクと同じくねレシーバー側で、こうやってね制御するっていうこともできますし、トランスミッター側のねボタンレックっていうのがあるので、これでね、開始停止っていうのも可能になってます。ただ DJI マイクと違ってね、こっちはね振動機能っていうのがないんですよ。ちゃんと目視でねランプ確認する必要があるっていうのと、あとねこれは DJI マイクにも言えるんですけど、ボタンのねなんかロック機能とかが欲しかったですね。これ間違って触っちゃったらすぐ録音始まるし、逆に録音中にねボタンがちょっと当たっちゃったりしたら停止されてしまうので、そこはねちょっと怖いですよね。はい、次にトランスミッターを洋服に固定する方法について。まずこちら DJI マイク3はですね、こういう風にクリップがあるので、これでねこの服の挟めそうなところにこうやって固定してあげてもいいですし、ただこうやって挟み込んじゃうと今マイクがねこっち側向いてるんですよ。僕から見て右側を向いてます。これ改善する方法があってですね、このクリップマグネット式なので一回外して向きを変えるっていうことが可能なんですよ。こうやって挟んだ時にちゃんとマイクがね上を向くようになってるんですよね。これ地味にめちゃくちゃいい。で、もしくはさっきもお見せしたこのマグネットがついてるので、このマグネットを服の中に入れてね、こういう感じで洋服の好きな場所に固定して使うなんてこともできます。あと一応言っておくと、このマグネットはですね、このクリップの裏側にもくっつくんですけど、このクリップ外した状態のこの部分にもね直接マグネット固定することができるので、結構スリムな状態でね、使うということができます。はい、続いてこちらラークマックス2なんですけど、こちらはですねちょっと形状がね DJI マイク3と違うというか、本体がね薄型だし、あとクリップもですねこう結構深めに挟めるようになってるんですよ。これを開いて、さっきみたくこういうねボタン付きの服にこうやってねちょっと差し込むように固定するってこともできますし、首元にもねこうやって付けやすいんですよ。これほとんど目立たないですよね。これめちゃくちゃいいなと思って、取り付け方はねラークマックスの方が好きですね。一応ね DJI マイク3も同じような付け方やろうと思えば、やれるかもしれないんですけど、このクリップがねあんまり深くないし、この本体の厚みっていうのもあるので、なんかあんまスマートになんないんですよね。で、逆にね外側に付けようとしてもちょっと重さがあるので、この首元がね若干ペロンってなるというか、そこはねちょっと違いがありますね。
はい、じゃあいよいよ音質の比較やっていきたいと思います。今ね、まだ DR10L Pro で音声撮ってるんですけども、そこから DJI Mic 3に切り替えてみたいと思います。はい、切り替えました。どうでしょうか。DJI Mic 3をソニーの FX3 というカメラに接続して音声収録しております。接続については付属の有線ケーブルを使って、接続しているっていう状態ですね。一応音量もね、このぐらいかなということで、開始前に調整っていうのは済ませてあります。どうでしょうか。取り付け位置もですね、大体自分で使うときはこのぐらいの場所かなっていうことでね、取り付けしております。いかがでしょうか。今ね、カメラに直接有線ケーブルで、接続した音声です。はい、続いてこちらがホーリーランドラークマックス2の音声でございます。こちらもですね、実際に使うことを想定して、胸元にね、固定してあります。ソニーの FX3 にね、有線ケーブルで設定を済ませた後に収録した音声、こちらなんですが、いかがでしょうか。DJI Mic 3とぜひ聞き比べていただけますと幸いです。はい、3つ目がこちら DJI Mic 3トランスミッターで内部収録した音声でございます。いかがでしょうか。カメラにアナログ接続ではなく、こちらにね、そのまま収録しているというか、その分ね、音声の劣化っていうのは最小限になってるんじゃないかなと思います。さっきよりこっちの方がね、音質いいんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。はい、最後4つ目がラークマックス2トランスミッター単体録音の音声でございます。いかがでしょうか。DJI Mic 3のね、単体録音と比べて音質いかがでしょうか。はい。というわけで、録音した音声、今ね、自分でも聞き比べてみたんですが、正直僕はね、DJI Mic 3の方がいいなと感じましたね。どっちもね、音質自体はいいと思うので、好みの問題だとは思うんですけども、よかったらね、皆さんも、どっちがいいと感じたか、コメント欄で教えていただけますと幸いです。で、このワイヤレスマイクは、僕がね、自分の家で音声の録音に使うっていうのはもちろんなんですけども、イベント会場とかにもね、持っていきたいなと思ってるんですよ。なので、ノイキャンもね、どんな感じなのかテストしてみたいなと思います。今はね、静かな部屋で撮ってるんですけども、一つ目のノイキャンテストとして、空気清浄機ね、ちょっとマックスにしてみたいと思います。はい、ということで、今空気清浄機マックスにしてみました。音声は DR10L Pro でね、拾ってるので、この音がっつり入ってると思うんですよ。じゃあ、ノイキャンオンにした DJI Mic 3に切り替えてみます。はい、切り替えてみました。どうでしょうか。こちらがですね、DJI Mic 3のノイキャン設定、ベーシックにしております。もう一段ね、強い設定っていうのもあるんですけど、とりあえずベーシックで、空気清浄機のマックスの音、どのぐらい抑えられているのか、そして音声不自然になってないか、聞いていただけますと幸いです。はい、次にこちらがラークマックス2の、ノイズキャンセリング 10dB という設定にしております。ラークマックス2はですね、ノイキャン設定がオフもしくは5から 25dB。結構細かくね、調整できるんですよ。1回目とりあえずね、10dB にしてみました。どのぐらいね、ノイズ抑えられておりますでしょうか。そして音声不自然になってないかも聞いていただけますと幸いです。はい、続いてこちら DJI Mic 3のノイキャン設定を強にしてみました。一番強いね、設定ですね。どうでしょうか。先ほどに比べて空気清浄機の音どのぐらい変わってますでしょうか。音声違和感出ていませんでしょうか。いかがでしょうか。はい、空気清浄機のノイキャンテスト最後なんですけども、こちらラークマックス2ノイズキャンセリング 20dB にしております。いかがでしょうか。一応もっと強くすることっていうのはできるんですけど、あんまり強くするとね、多分違和感出て実用性ないんじゃないかなと思って、一応ね 20dB に、しております。この 20dB っていうのはデフォルトの設定なんですよ、ノイキャンの。さっきの単純な音質比較はね、もちろんノイキャン使ってなかったんですけども、ノイキャンオンのデフォルト設定はこの 20dB になってました。いかがでしょうか。音声違和感出ておりませんでしょうか。はい、2つ目のノイキャンテストが先ほどの空気清浄機に加えて駅改札付近の雑音っていうのもねスピーカーから流してます。結構大音量で流してるので今ね DR10L Pro のマイクがっつりね拾ってると思うんですけど、これを今回購入した2つのマイクのノイキャンでテストしてみたいと思います。はい、じゃあまずはこちら DJI Mic 3のノイキャン設定ベーシックでございます。このノイキャン設定で空気清浄機そして駅改札付近のノイズどのぐらい抑えられていますでしょうか。そして音声不自然になっていませんでしょうか。いかがでしょうか。
はい、次がラークマックス2ノイズキャンセリング 10dB の音声でございます。いかがでしょうか。この設定で空気清浄機、そして駅改札付近の雑音、どのぐらい軽減できていますでしょうか。いかがでしょうか。はい、続いてが DJI Mic 3のノイキャン設定強にしてみました。いかがでしょうか。一番強いノイキャン設定でどのぐらい空気清浄機、そして駅改札付近の雑音抑えられていますでしょうか。そして音声違和感出ていませんでしょうか。はい、こちらはラークマックス2のノイズキャンセリング設定 20dB にしております。いかがでしょうか。先ほどと比べて、そして DJI Mic 3と比べて音声いかがでしょうか。違和感など出ておりませんでしょうか。はい、最後おまけなんですけど、ラークマックス2のノイキャン設定 MAX25dB にしてみました。これで音声違和感出ていませんでしょうか。ノイズきれいに消えていますでしょうか。いかがでしょうか。はい、というわけで検証終了でございます。ノイズのある環境でもね、この2つのマイク使い比べてみたんですが、いかがでしたでしょうか。室内でノイズのない環境で使うのであれば、DJI Mic 3の方がね、僕は好みだっていう話をしたんですけども、正直ノイキャンはね、DJI Mic 3超絶微妙でしたね。もうなんか聞いてんのかどうかわかんないぐらいですね。このノイキャン使うぐらいだったら、ノイキャンなしで録音をして編集の時にね、かける方が全然いいかなと思います。で、ラークマックス2についてはですね、これ予想以上にノイキャン性能が良くてですね、10dB だとあんま聞かないかなというふうに思ったんですけど、10dB でも全然十分だし、音声のね、違和感っていうのもほとんどなかったですよね。もちろん 20dB とかそれ以上にした方が、ノイズっていうのは抑えられるんですけども、10dB とか、15dB ぐらいで相当うるさい環境でもね、全然使えるなというふうに思いました。で、さっきも言った通り、一応ね、動画編集時に音声にノイズキャンセリングがかけることっていうのもできるんですけど、編集ソフトでかけるとね、その編集ソフトの動作が結構重たくなっちゃうんですよ。マイク自体のノイキャンが微妙だったらそっちを選ぶんですけども、ラークマックス2であればね、僕はイベント会場とかでね、このマイク使って撮影全然ありだなと思いました。ただもちろんラークマックス2もね、微妙な点っていうのもたくさんあって、例えばね、動画前半でも言った通り、付属品をね、ケースに収納できないので別で持ち歩かないとダメだったりとか、内蔵ストレージ 8GB と、そんなに大きくなかったり、あとは僕の個体だけかもしれないんですけど、なんかね、ちょっと接触悪いんですよ。これわかりますかね。ケースにね、全部入れた状態なんですけども、なんかこのランプがね、光ったり光らなかったりみたいな。これね、ちょっと嫌だな。いざ使うっていう時にね、充電少なかったらちょっと嫌ですよね。で、サポートについてもね、DJI ってすごいね、手厚いんですよ。僕一回ね、DJI 製品故障したことあるんですけど、丸ごとね、確か新品になって、帰ってきた気がします。ラークマックス2はね、その辺のサポートどうなのか気になりますね。あとアプリの作り込みだったりとか、本体の操作性っていうのも、改めてノイキャン周りとかいろいろ触ってみたら DJI の方がね、かなり使いやすかったですね。ラークマックス2も悪くはないんですけど、その辺のね、完成度っていうのは圧倒的にね、DJI かなと思いました。それ以外にも DJI メリットがあって、今回はですね、ソニー製カメラと一緒に使った場合、そして単体録音した場合っていうね、検証だけだったんですけども、Osmo Pocket 3とか Osmo Action みたいな DJI のカメラと一緒に使うのであればね、このレシーバー不要で直接本体とね、トランスミッターペアリングすることができるんですよ。その点もね、魅力かなと思いましたね。いや、マジでこれどっちもいいし、どっちも気になる部分があるんで、ちょっと困るな。とりあえず今んところ室内で使うんだったら DJI Mic 3で、イベントとかでね、外に持ってって使うのであれば、ラークマックス2の方がね、いいかなと思ってますね。皆さんもぜひね、コメント欄でどっちが良かったか教えていただけますと嬉しいです。こんな感じで私さん普段からガジェットレビュー動画たくさんアップしてますので、もしよろしければチャンネル登録と高評価で応援していただけますと嬉しいです。それでは皆さん次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。